イライン2。黄色い悪魔ことタクシーに乗った引っ越し住民が退去して押し寄せ渋滞悪化した我らがマシマシ。電車の導入でこれを解消するも多額の借金を背負うことに、頑張って借金返済してもっと街を大きくするのだてなわけで交通渋滞はなくなったけど、融資に融資を重ね借金地獄でございます。資金がもりもり減ってる。このままじゃ財政破綻するぞ。では住民を増やし税をむしり取るため、駅前開発を開始だ現代社会と同じだね。こらこら。まずは路面電車と石油採掘の道路が接続された。駅前は密度高い建物で埋めたいから道路は太いの採用。なんとなく範囲が決まったな。で適当に建物建てるように道路をマシマシ。金目当てだけの超適当区画割りが完了。児童の半分が学校に通えてない、ドイツ風の小学校を県成立、アップグレで2000人通えるよ。マシマシ、子供の半分が教育を受けられない悲しき発展途上国であった。うちは今発展してる最中だからいいの。都会のプロムナードを誘致してこじゃれた駅前を作るぞ。オラたちの街にイオンが来る。あ、プロムナードはフランス語で散歩道、イオンじゃないよ。続いて川沿いはウォーターフロント住宅、ヨーロッパ式。アイコンの感じからも川沿いに建てるのが良さそうだ。ボートで直接家に乗り付けるおしゃれな街並みになるかな。密度を高くしたいこの辺はとりあえず中密度住宅、見た目は東ヨーロッパでお試し。まだ高密度住宅が開放されてないけど、住民増やすなら後で建て直すのもありかもな。オフィス需要もあったので対岸に、オフィスマシマーし。残り資金の半分を消費。さあこれで財政健全化できるか勝負だ。こんな感じになりそうろ引っ越し住民が一気に押し寄せないように余裕を持たせてます。プロムナード周りは混みそうだから横断歩道を消して歩道橋セット。細かい気配り入りまーす。それではニョキニョキタイムスタート。今作はニョキニョキじゃなくてクレーンの上いいんだぜ。ニョキニョキ好きだったのに、ニョキニョキを返して。無茶言うなよ。しばらくしてウォーターフロントが生えてきたけど、船一層見えぬちょっと広めの一軒家だこれ。肩透かし。まあ住んでる人が幸せみたいだからいいや。やっふー、馬車馬のごとく働いて、我が町に納税する権利をやろう。新住民がドン引きしそうな出迎えすな。財政破綻寸前だからこっちも必死なんだよ。お、いつの間にかプロムナード生えてた。なかなか立派な佇まい、これは普通に住みたいぜ。でもまだサービス不足で住民の幸福度はマックスではない模様。郵便局もネットもねえ、連絡手段が基本のロシ。資金があと10時間くらいでなくなりそう。こりゃピンチだ。統計を見ると無職がぐぐっと増えてる。こいつらを働かせよう。人口1万人なのに無職が1400人もおる。てなわけで元石炭発電所跡地に、工場マシマシ。住民の皆様、手に職つけて財政健全化にご協力お願いいたします。ゴミの埋め立て施設がだいぶ埋まってきた模様。限界を迎える前に焼却施設を用意しないとだ。だが金がない。結局問題は放置。お金なくても建てられるもらった特殊施設でも建てて、少しでも街の魅力を上げるどう。地道な活動で街を活性化させ、霊夢は財政健全化に取り組むのであった。結果残り6万になっても赤字は解消されず、追加の融資を受けて開発することを決断。融資マシマシ。で住民たちのネットがないの要望を叶えるため、ラジオ塔を建てようと計画。つか値段は高いけど範囲5倍の通信塔の方が良くないか？確かに。こうしてマイルストーンで通信塔を開放することとなった。建設費用は銀行さんお願いしまっしゅ。黒字化目前だったけど、また借金の利子が増えちまった。では無事お金も借りられたので、通信塔をホイットな。これには住民も星を空に打ち出し大歓喜。通信電波がマシマシだー。街を覆って有り余る広範囲、当分これでネットワークの心配はいらないぜ。さらに追加で郵便局もマシマシ。ネットでポチったアイテムも家まで配送してもらえるぜ。もちろん集荷のためのポストも設置。封筒のアイコンがポストの目印。さあゴミの山の前の郵便局よ。誠心誠意住民たちの荷物を運ぶのだー。やる気ないバイトがそのままゴミ山に投げ捨てたりしてそう。普通に犯罪ダメ絶対。残り資金も少なく何もできないので、はずまり地区の住宅を観察。建物レベルも上がってきて、地価も少しずつ上がってる模様。渋滞はしてないようだけど、引っ越し住民の姿が減ってきたような。なんかトラブルでもあったか？区画割りしてないだけだった。ボンミス。一気に建てると渋滞すると思って少なくしたのに、これはうっかり。公用需要も復活してたのでマシ。一瞬だが黒字になったぞ。このまま財政健全化いけるかな？
などと思っておりましたがそう簡単にはいかず赤字転落。ダメじゃねえか。でもあとちょっとでなんとかなりそう。だな。引っ越してきた住民を即時働かせるぞ。ってことでゴミ置き場裏をやっつけ仕事で開発。うわなんかすごい適当な道路敷いとる。建物建てる区画があれば問題あるね。適当だな。そしてその適当開発により、町の一部の電力が供給されなくなった。あわわわわ。発電量は足りてるから変電所が必要みたい。この電気サブステーションフランス風、容量少し減るけど小さくてちょうどここに収まりそう。おおこれは見事なジャストフィット。だというのに道路の向きが残念なことに。芝生ぐらい普通に歩けよ。無駄金使って建て直し完了。残り資金5000まで追い込まれたがなんとか黒字化成功したっぽいぞ。電気も復活したし一安心。引っ越しの影響かまたタクシー多すぎで渋滞発生してる。今回は高速入り口じゃなくて出口の方で詰まってるようだ。左側のレーンが直進しかできないようだから、ここも右折 OK に変更してあげましょ。これで2倍高速に乗りやすくなるな。結果スムーズに車が流れるようになり渋滞解消。この渋滞を解消する満足感がたまらんな。気持ちいい。ただいま住民の不満が多い犯罪発生率を確認中。警察のカバー範囲は網羅されてるけどパトロールが間に合ってなさそう。それなら警察署の車高、アップグレード。裏の駐車場に屋根が追加されてパトカーが8台増えた。てかこの警察署絶壁すぎない？防御力は高そう。気に入らないからちょこっと聖地だ。うちのレイムさんは変なところで細かい性格。方法レジャーが足りないとな。よろしい一番安いベンチを置いてあげよう。ベンチをレジャーと言い張るドケチ。まあ範囲は狭いけどこれでも満足度高いらしく緑になるから OK。デッドスペースに見事に配置。そういえば公園の整備施設建ててなかった。黒字化してるから今ならこれも建てれるぜ。やっつけ仕事効力、見事水没。なぜこんな惨事に？お前が適当に道路敷いたからだろ。動いちゃいるけど水没してるからこりゃダメだ。水害アイコンも出ちゃってるぜ。設備投資していただいた企業様、誠に申し訳ありませんでした。水害を受けていない企業様も、再開発のため立ち退きをお願いいたします。すべてを更地に戻せ。次は浸水しないように岸壁を作りましょう。そういや今は歩道付き岸壁なんてのもあるみたいだぜ。簡単に岸壁が作れるって聞いてたんだけど、これなんか違う。確かに岸壁なんだけど後ろと前両方に水が入っちまう。使い方がよくわからんな。釣りする堤防みたいなのしか作れないのかな？ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。結局普通の道路で堤防を作った。こうして地形が整備されて浸水の心配がなくなった。じゃああとは適当に道路敷いて区画割りしとくよ。そういえば消防署が一軒もないのを思い出し、消防本部を郵便局の隣に建設。ゴミだね消防署。でこのタイミングでマイルストーンアンローク、大きな町。人口も1万2000人程度に増えました。ついに高密度住宅が開放か。さらなる人口増加の時代が来たぜ。想像には破壊がつきもの、住民どもよ立ち退け。先日完成したばかりの中密度住宅、問答無料で解体。ここは高密度住宅イギリス風に建て替えです。一人でも多く住民をねじ込むのだ。先に作ったはずまり地区に高密度住宅がないのはなんか不公平なので、ここだけ高密度に変更。新築に負けるな。公園整備拠点建設忘れてた。工場区水没対応してる間に忘れてた模様。うちのレイムさんは若年性健忘症の疑いがあります。そんな作り直したやっつけ仕事公用区も再建設が始まってるね。問答無料で投資した設備破壊されたのに、帰ってきた企業さんの懐の広さに感謝。お詫びに高速へのショートカットを追加。でもこれ高速に乗るだけで降りられない。作るのめんどい。おい。はずまり地区の高密度だったけど、中密度とさほど人数変わらないね。建物レベルとかあるしそんなもんじゃね？まあ一応こっちも高密度に建て替えしましょ。などと言ってるものの間違えて低家賃住宅に置き換えております。うっかり。財政も健全化して収支もいい感じになってきたどう？じゃあ借金返そうな。私のお金。お前のもんじゃねえよ。35万繰越返済で残り130万だ。さて郵便局もちゃんと稼働して、幸福度も爆上がりになりました。この調子で街をもっと発展させてくぞ。よ。ではさらなる産業でもっと稼ぐために、肥沃なタイルを購入。少ない資金を産業に投資。
でこちらのタイルでは肥沃な土地を使う、穀物野菜織物用繊維の栽培をするぞー。輸入で賄ってる分を自給できれば、さらなる収入アップにつながるはずだ。市民のみんな、オラに現金を分けてくれー。こらこら。第一次産業よろしくお願いします。なおどんぶり勘定で営業してますので赤字黒字が点在しております。一次産業で輸出しても高が知れてそう、加工する業者次第で収益も変わるかもな。やっべゴミの埋め立て地がもう限界寸前。そういや金なくて焼却場建てれてなかったな。これは致し方ない、焼却場をアンロック、今は無理だけどついでにリサイクルセンターも、燃やしてゴミを減らすしかねえ。焼却場建てるのでお金貸してくだち。返済始まったと思ったらまた借金。利率が 17% 超えに。闇金にでも借りてるのかってレベルの利率だな。建てようと、思った場所にギリ置けぬ。一句読んでないで諦めてタイル買え。ではガス発電所の隣にホイットな。焼却場の業務が軌道に乗るまで埋め立て施設も使いたいので、ギリッギリまで範囲を拡張。これでもうちょっとゴミ貯めれるぜ。さあゴミ収集のスペシャリストたちよ、ゴミに街を埋もれさせるな、この街を救うのだー。こっそり公用区への近道の橋が追加されております。焼却場の維持費で赤字になるかと思ったけどギリセーフ。では借金返しましょう。資金がたまらぬ。火事だー。閑静な住宅街で火災発生、ご家族とワンコはすでに避難済み、消火活動急げー。しかし消防車が到着する前に全焼して瓦礫に。崩れた後に到着して他に燃え移る前に無事消火完了、消防署建てててよかったよ。だな。それなりに高密度住宅も埋まってきて、人口も1万6000人。路面電車の利用者も100人超えてるし、着実に発展してきてるな。旅客列車は840人乗りで利用者53人、微妙。もっと積極的に使ってもらいたいもんだ。その結果またマリサの眷属で渋滞になってきてるよ。タクシーは私の眷属じゃねえよ。引っ越し終わるまでまた当分混雑は不可避かな？でも新住民のおかげで高密度住宅もだいぶ育ってきたね。こりゃ税収アップにも期待が持てるぜ。まあ増えた分は繰越返済に充てるがな。ちまちま返済しまっしゅ。その結果街に救急車アイコンが増えてきたけど、病院を建てる費用がありません。渋滞による救急車の遅れ、医療範囲も足りてなさそうだ。病院建設は費用が貯まるのを待つことにして、プロムナードの区画を拡張して暇つぶし、一刻を争う病人を待たせる鬼の所用。私は鬼さ、借金地獄のな。開きな女。てっへー。で今回は小さい診療所じゃなくて病院を建てたいのでアンロを置く。ヘリポートのある立派な病院が理想だけどどれかわからなかったので、結局救急車と収容人数が多い、診療所アメリカ北東風を建設することにしました。オラたちの村にお医者さんが来ただ。プロムナードも早速生えてきたみたい。うわ住民がめっちゃわらわらしてる。これはなかなかの混雑っぷり。鉄道駅の道からいっぱい来てる、引っ越してきてる住民が結構いそうだな。住民マシマシ。おい。ダサいと名所になりつつある路面電車の U ターン。嫌な感じの名所になってんじゃねえか。この調子ならもっと住民増やしても大丈夫かな？ってなわけで高密度住宅の区画を拡張だー。この調子で人口と税収を増やして、借金地獄から抜け出すぞ。おー。では資金難に苦しんだものの財政健全化したところで今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。あと少しで潤沢な開発資金を手に入れられそうなレイム、果たしてどんな街づくりをしていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。